今日の話は、夢を叶えるっていうか、漫画家になりたい、アニメーターになりたい、とうとうもろもろね。実はですね、実質倍率2倍なんじゃないかっていう話です。いやいやいや、それ嘘でしょってね。例えば僕がジブリに入った時はね、90倍って言われてました。実質倍率2倍ってそれ嘘だろうってね。違うんですよ。ある人にとっては2倍なんですよ。ここの認識がそもそもずれてると多分絶対無理。逆に言うとそれさえやってれば多分2倍なんですよ。アニメシルクと、岸本拓さんという脚本家の対談ねがですね、2018年に、あるんですね。どんな話してたかっていうと、シナリオっていうのかな、脚本の学校の、講師を先生をやってたんだって。課題を出したら2、30人いるクラスなんですかね。ちょっと大体想像するに5人ぐらいしか上げてこないんだって。実際問題、その脚本っていうかシナリオを結局ですね、やってくるやつそのぐらいしかいないよって話なんですよ。ということはもう実質倍率5倍というか、さらにその中からちょっと勉強してちょっとシナリオの本勝手に読んでその通りに書いたらもうこいついいじゃん、気が利くじゃないかとっていうレベルになっちゃうんだよねみたいな。だから簡単な話がですね、みんなやってないだけ、やりゃいいんだよって話をですねしてまして、でその前後で僕がどんな話をしたかっていうと、僕もそのアニメの現場にいる時に、僕が演出絵コンテやってたわすでね、僕についてた制作進行の人が演出志望だったんですね。その人に僕言ったんですよ。自分の好きなアニメテレビシリーズ1本根底に起こすといいよって、繰り返してれば根底書けるようになるからっていうような話をしてました。これがめちゃくちゃ大事なんですよ。初めて書いてる人、その意図が分かるんだよね。作ってる人の気持ちになれるんですよ。これって模写だよね。簡単に僕いつも言ってるやつですよ。絵の模写を脚本とか絵コンテでも一番の勉強方法なんですよ。それしかないんですよ。その方法が一番いいんですよね。でそれをやった人間の中からさあどうだろうが始まるんですよ。さあどうだろうが始まるときにはほとんど人いないから実質倍率2倍なんですよ。今日の話のネタバレというかね、もう誰一人残ってないんです。ちゃんとアニメの仕事、例えば20分のシナリオいきなり無給で何の当てもないというか、それをお金をもらってないのに自分で勝手に面白いかなと思って書いてみました。そういうノリの人います？この放送聞いてる人で。じゃあ僕と会うってなったら、じゃあちょっと1本アニメ作ってきますねみたいな、いないんですよ。ただ一発目1本目作れる人っていうのがそもそもいないんですよ。だからその時点でもう 50% 以上の確率でその人はですね成功するのが保証されてるんですよ。あとは続けるか続けないか。なんで 50% って言えるかっていうと、次続けたらさらに確率が上がるんだよね。そうやってねずっとやってればですね、結局自分のなりたいようになれるんですよね。人って行動した分だけですね、やっぱりね結果になるんだよ。逆を言えばですね、そうしてない人たちが90倍いるのかなそのいわゆる評価のテーブルに乗ってる人たちっていうのは、実はその段階でもう 50% ぐらいの確率で成功するんですよ。そもそもにしてその評価の土台にみんな乗れない、そこまで、自分で登っていかない。僕前にね2014年ぐらいかな、アニメ主塾始めた次の年ぐらいに練馬区で新人アニメーター向けの講座をやってくださいみたいな話でやりに行ったんですね。新人アニメーター向けなんですよ。だから今動画をやってたり二元をやってたり新人の原画マンをやってる人たちに対しての講座。びっくりしたのはほとんどの人が動きを描いたことがないってプロ野球選手がキャッチボールしたことないのにプロ野球選手になんないよね。リフティングしたことないのにサッカー選手になんないよね。絵を動かしたことないのにアニメーターになっちゃってるんですよ。これも良くないんですよね。絵が上手いというか絵が好きなだけでアニメーターになっちゃってる人がいっぱいいるってことです。ちょっと衝撃というか予想通りではあったんですけど、これはやばいだろうと思ってゆえにですね、アニメ主塾のそのアニメコースっていうね、その課題っていうのかな、選考課題で一応あるのは100枚描こうって。
ね、100枚なんか書けないです、僕は1時間かかるから100時間かかるということは無理ですみたいなさね、いや1枚1時間かけたら無理じゃないかな。だからそこで絵の描き方とか考え方を変えなきゃいけないね。そもそも100枚アニメ1枚1枚めちゃくちゃうまい絵じゃなきゃダメってどこに書いてありますかってね。それと同じなんですよ。自分がめちゃくちゃうまくないとプロに見せちゃいけないと思ってませんか皆さんっていうね。じゃないとなんか作品を作っちゃいけないと思ってませんか。採用試験を受けちゃいけないと思ってませんかね。そうしてる人はですね、そもそも評価のテーブルに乗らずに終わるんですよ、ね、評価のテーブルに乗ってる人たちの中になると実質2倍なんですよ、倍率。ほとんどの人はそこに行かないで終わる。だから今日のテーマ実質倍率2倍ってそういう意味なんですよ、ね、そもそもそこに行かないから、なれるわけないよね。そうっていうことなんです。